どうもベルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、ジョニーについてやっていこうかなと思います。彼は、見た目や説明文を見ると、ピエロを元にしているキャラなんですけども、詳しく説明を見てみると、ピエロの格好をした悪人、すなわち、ジョーカーなんですよ。で、このジョーカー、道化師という意味もあるんですけども、もう一つの意味があります。それは何かと言いますと、切り札です。そして、このゲームの中でも、彼は切り札です。最強駐屯ヒーローのサンダーに対する切り札であり、唯一の回答であり、最適解です。彼がいないと、正直、同格以上のサンダーの駐屯を倒すことはできないと言っても過言ではありません。それくらいのヒーローです。彼を使いこなすことで、サンダー駐屯相手に勝つことができるようになって、闇の封鎖の大都市戦だったり、アイランドレイドでの、あと、ショートレイドですね。そちらの戦いが非常に楽しくなってくると思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、彼のレイジスキルから見ていこうと思うんですけども、こちらの強豪な一撃というスキルで、覚醒させるとさらに強くなるスキルなんですけども、覚醒前で12000のダメージ係数の単体攻撃です。ここは、これだけだと、まだ全然そこまでではないんですけども、メインは回復効果ダウンです。相手に3秒間、40%の回復効果ダウンをかけます。これがもうめちゃめちゃでかいです。サンダーを相手が使っている時って、こっちが与えたダメージの、もう7割、8割くらいっていうのは、正直回復されちゃうんですね。なので、相手の生存兵士が、もう全然って言っていいほど減らなくて。ただ、40%の回復ダウンが3秒でもかかれば、回復される量を大幅に減らして、相手に回復されてしまう兵士の量を、5割ほどに抑えることができます。ジョニーなしだと、もう実際の生存兵数の減りっていうのは、与えたダメージの、2割から3割くらいになってしまうんですけども、ジョニーを使うことで、相手の生存人数の減りを、もう5割くらいに、増やすことができるので、使ってない時と比べて、もう倍くらいの減りの速度になるんですよ。で、相手の生存兵士が減れば減るほど、相手の火力も落ちていって、こちらの火力も保ちやすくなる。すなわち、ダメージの通りも良くなりますので、さらに有効なのかなと思います。また、覚醒させることで、ダメージ係数が13200に増加しまして、回復効果ダウンも50%に増加しまして、さらに持続時間が3秒間から5秒間に増加します。もうこれのおかげで、もう相手の回復効果をもうほぼ半分にすることができるんですよね。で、そうなると、実際の相手の生存兵士の減り方っていうのは、こちらが与えたダメージのもう7割、7割、8割くらいまで、減らすことができるようになって、なので、もうそこまでもう、相手にサンダーを使われたとしても、もう全然怖くないんですよね。このスキルがあるからこそ、対サンダーの、切り札になっているのかなと思います。では、レイジスキルはこれくらいにしておいて、第2スキルから、第4スキルも、それなりにいいスキルが、揃っていますので、そちらを見ていこうかなと思います。では、第2スキルですね。マベリックというスキルで、同盟両違いでの、戦闘の際、射撃部隊の攻撃が30%、防御力が10%増加します。同盟両違いという、条件はあるんですけども、合計で40%。そしてそのうち、その40%のうち、30%を、このジョニーが一番上げたい項目である、攻撃を上げれるというところが、もう非常に優秀ですね。この同盟両違いでしか発動しないっていう条件も、別に彼はラリーメインで使うので、こちらから、中東してる相手を倒すときに使うので、なので、影響っていうのはもう一切ないのかなと思います。
では、第3スキルですね。ちょっと複雑なスキルなんですけども、簡単に言うと、スキルダメージアップです。スキルを打つ間隔が長ければ長いほど、火力が上がっていく、スキルなんですけども、このために、スキル回転を落とす必要性は全くありません。だいたい、ルイとジョニーで、組み合わせたときに、5秒から6秒で、スキルを打つことになるんですけども、その時は、だいたい20%ほどの、スキルダメージアップ。もうこの認識で良いかなと思います。で、20%の、スキルダメージアップの、スキルとして、考えるときなんですけども、普通に優秀ですね。このジョニー、基本的に、スキルダメージがダメージソースとなっていくヒーローなので、非常に相性も良くて、いいヒーロー、いいスキルなのかなと思います。では、第4スキル。駆除というスキルなんですけども、これちょっと説明文おかしいですよね。これ見ると、なんか甲状腺中に、常に基本攻撃ダメージが 20% 増加して、追加ダメージを、なんか毎回3120で、なんか与えてくれるような、書き方してるんですけども、それだったらめちゃめちゃ強いんですよ。ただ、実際には、5分の1です。むしろ5分の1以下ですね。これ正しくは、甲状腺中の、基本攻撃時、20% の確率で3120の追加ダメージです。基本攻撃が 20% 上がるわけではなくて、追加ダメージを与える確率が 20% です。これ私は最初話した、追加ダメージをもう毎回与えてくれるんじゃないかなっていう風に思っていて、ジョニーを初投入した時は、レイジスキルと、この4スキルをマックスにして使ってたんですね。もうそしたらもう本当にこの4スキルがもう全然仕事しなくて、実際の戦闘ログを見てみたら、もう発動確率がもう 20% じゃんと。こちら運営さんにも報告済みなんですけども、ちょっとまだ対応してもらってなくて、この説明文鵜呑みにして、スキル振りの順番を間違えちゃう方、絶対いらっしゃると思うので、すぐにでも、修正していただきたいところなのかなと思ってます。で、実際の、性能なんですけども、20% とはいえ、ダメージ係数が、それなりには高いので、悪くはないですね。私今、レベル2なんですけども、少しはダメージ出してくれてます。ただ、全く大きいものっていうわけではないので、そこはちょっと、注意が必要なのかなと思います。では、次に、かけられる入手方法、見ていきたいなと思うんですけども、こちらは、トップ司令官での、入手になります。最近トップ司令官も、ヒーローを選べるようになりまして、射撃ヒーローの回で、ジョニーは入手していくことができる、ジョニーを入手していくことができます。では、次に、スキル上げの順番ですね。そこを見ていこうかなと思います。で、運営さんのおすすめは、1324の、順番ですね。で、私も正直、1324で、いいと思います。で、または、1234ですね。正直、この2択かなと思ってます。1スキルは、もう言わずもがなで、もうジョニーがジョニーであるためのスキルなので、これがあるからこそ、ジョニーを使う理由でもあるので、もうこれを上げない理由はないです。もう最優先で上げていきましょう。そして第4スキル。先ほどご説明した通り、そこまで強くないので、優勢の敵には、一番下になります。で、残った、第2スキルと、第3スキル。ここはもう正直、ほんとお好みなんですよね。僕は正直、ジョニーを使う時の弱点っていうのが、打たれ弱さなので、それを少しでも補完するために、焼き石に水ではちょっとあるんですけども、防御が少し上がるので、第2スキルを先に上げてます。ただ、スキルダメージが上がるっていうのも、本当にめちゃめちゃ大きいので、3スキル先でも全然いいのかなと思ってます。本当もうここはほぼ変わんないので、
好きな方を先に挙げていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、少し余談にはなるんですけども、ならなんで、ベルのジョニー、4スキルを、レベル2にして、3スキル、レベル1のままなんっていう風に思った方いらっしゃると思うんですけども、これは普通にミスです。来週覚醒させる予定なので、ちょっと今更振り直すとも、もったいないっていう風に思って、この状態です。余談は、これくらいにしておいて、最低運用ライン、ここについて話していこうかなと思うんですけども、ジョニーはもうレイジスキルをレベル5にすれば使えます。彼はあくまでレイジスキルの回復ダウンのために、採用するヒーローなので。で、逆に回復ダウンが必要ない状況下では、妥協枠としては採用できるんですけども、理想編成には絶対に組み込まれないので、とにもかくにも、サンダー中東の相手に回復力を削いでいく。これが彼の役目で、それはレイジスキルさえ、上げておけば達成できるものです。ただ、覚醒させれば、回復効果ダウンが、さらに強くなりますので、同盟の中で、ラリーをメインで打たれている方は、覚醒する価値も、十分にあるんじゃないかなと思います。では、彼の採用ですね。そちらを見ていきたいんですけども、その前に、彼の才能ぶりをご説明する前に、相方について、考えていった方が、才能も考えやすいと思いますので、先に相方の方、お伝えしていこうかなと思います。で、彼、ジョニーなんですけども、あくまで、対サンダーラリー、専門のヒーローです。野戦はできるんですけど、無理に採用する類のヒーローではないので。で、回復ダウンが必要ない、環境下では、波のヒーローと、同等になります。で、一応野戦では今、私は中野さんと一緒に、組ませてるんですけども、正直言います。第三世代、第三世代の射撃ヒーローの、ジュリアとジェイコブですね。そちらが使えるようになったら、中野さんとジョニーペアは、クビになります。さすがに、第三世代に第三世代の野戦向きのヒーローと比べたら、どうしても劣ってしまうので、で、もちろん今、1部隊目を、チュンとルイで組んでまして、2部隊目を先ほどのジュリアと、ジェイコブで組むとしたときに、3部隊目も、射撃っていう選択肢も、なくはないんですけども、ちょっとそれは並走の問題があるので、さすがに3部隊とも、射撃はちょっと厳しいのかなと思ってます。ただ、第3世代の、ジュリアとジェイコブ、どちらかが、覚醒して、どちらかもう一方が未覚醒の状態だと、さすがにそこを、一緒に使うってよりかは、覚醒した方とジョニー、みたいな感じで、野戦で、一律つなぎ、つなぎではあるんですけども、使っていこうというふうには思ってます。ただ、どちらも覚醒したらいずれはクビになってしまうので、なので、ジョニーはもうラリー専門として考えていきましょう。で、そうなった時に、まず候補として挙げられるのがルイです。ルイの範囲攻撃で、もう相手の短期部隊は怖くない。そして、ルイのレイジ回復のスキル。そして、レイジ回復のスキルが最後の4つ目ですね。あとは、攻撃力アップと、スキルダメージアップ。もうこれもすべて、相性良くて、もう非常に、ジョニー自体が、スキルダメージで削っていくヒーローでもあるので、非常に相性がいいんじゃないかなと思ってます。で、そうなった時に、ルイ・ジョニーでラリーを打つ際なんですけども、ルイをリーダーにするんですね。で、これなぜかというと、ルイのスキル才能が優秀だからです。射撃部隊の才能は、ジョニーも持ってるんですけども、このスキル才能があるルイを、リーダーにした方が、火力は全然出るので、もう基本的にはルイリーダーでいいのかなと思ってます。で、このルイ・ジョニ
本当に強くて、僕も今、もうラリー打つんだったら、とりあえずルイ・ジョニーで打つっていう状態なんですけども、一つ弱点があります。それは何かと言いますと、打たれ弱さです。防御系のスキルを、ほぼ積んでないので、もうバンバン削られちゃうんですよね。本当に火力はもう超一流なんですけども、その分防御がだいぶ弱くて。で、それを改善しようと思ったとき、候補に上がってくるのが、マスタージンです。マスタージンなんですけども、ラリーの上限アップだったり、あとは、被ダメージ減少、そして回復効果、そして、レイジスキルでの、防御アップ。これらがあるので、彼と組み合わせることで、かなり硬くなります。ただその一方、相手の短期部隊に対する対策がなくなってしまうので、そこはちょっと欠点なんですけども、仮にジョニーとマスタージンで組む場合は、ジョニーがリーダーになります。ジョニーとマスタージン、向上才能は同じなんですけども、違うのは残りの二つですね。で、ここの二つの差、この才能の差で、決め手となるのが、射撃部隊の、才能を持っているかです。で、射撃部隊の才能を持っているのは、ジョニーなので、ジョニーをリーダーにするという、寸法ですね。で、具体的な才能の方、見ていきたいんですけども、ちょっと私のジョニーがまだ、レベル50で、星5の状態なので、あと20ポイント、才能ポイントが触れるという、状態というところで、ご理解いただきたいんですけども、まず、振っていくのは向上です。で、この才能、何がいいかって、この臨床治療なんですよ。このスキルがあることで、損失部隊を9%減らして、重症部隊に転化していくことができます。で、ラリーを打つときって、どうしても損失する兵士が多いので、そこが一番負担になると思うんですけども、そこをもう重症兵にしていくのはもう非常に優秀ですね。チェックポイントのラリーとかって、もう、このスキルがないともう全部、損失扱いになっちゃうんですけども、もうこれがあれば、少しでも減らすことができるので、で、チェックポイントのラリーとかって、向こうも全部損失なんですよ。防衛側も全部損失なので。で、そうなった時に、このジョニーを、ジョニーをリーダーにして、この臨床治療を入れておくことで、相手は100%損失になるけど、じゃあこっちは91%損失になるから、同じだけ互いに損害を与え合う状態であったら、もう自分の方が、戦いを続ければ続けるだけ、優勢になっていくよねっていう、形にできるのかなと思います。で、この他にも、向上才能、かなり優秀なスキルが揃ってますので、まず向上才能に振っていくということで、いいんじゃないかなと思います。で、この後、振りたいのが、射撃部隊です。で、この射撃部隊、何がいいかというと、この高精度の爆破ですね。スキルダメージアップの、スキルなんですけども、もうこれがめちゃめちゃでかいです。それまでにも、射撃部隊の、ステータスアップのスキルが、結構揃ってるので、もうそれと組み合わせて、もうかなり強くなるんですよね。で、この高精度の爆破を、マックスまで振ると、ちょうどレベル60で振ることのできる、才能ポイントの上限になります。射撃部隊全振りの方とかを、運営さんは紹介してたんですけども、あくまで、工場ラリーを打って、ジョニーをリーダーにするんだったら、損失兵士を減らしたいので。ジョニーをリーダーにする場合は、工場頑張りでいいのかなと思います。一応、ルイと組ませるときに、工場ぶりした、ジョニーリーダーっていう、タクもないわけではないんですけども、それだったら、ルイをリーダーにした方が、火力が出ますので、その分、早く戦いを終わらすことができやすくて、その結果、最終的な損失量が減る場合が多いんですよね。なので、ルイと組み合わせる場合は、ルイリーダーで、いいのかなと思います。はい、ということで、今回はジョニーについて、いろいろと語ってきたんですけども、
彼を使えるかどうかで、ラリーをする場面、アイランドレイドだったり、初頭レイド、そこでの見張り台バトルだったり、チェックポイントですね。そこのバトルや、闇の封鎖での大都市戦。そこでの勝敗がもう大きく変わってくると思いますし、サンダー防衛されちゃったら、もう何もできないっていうことは、なくなると思いますので、ラリーリーダーの方はぜひ、育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。ただその一方、別にラリー以外だったら、最終的には、どうしても使わなくなっちゃうので、ラリーをされない方は、育成優先度としては、低くなるのかなと思います。なので、現在の、ご自身の、同盟内での状況を踏まえて、育成をするか決めていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい。では、今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は、第3世代ヒーローの解説をやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。